こんにちは。整理収納アドバイザーの七尾明子です。今回は築フルマンションでのお片付けビフォーアフター事例をご紹介します。このチャンネルでは収納や片付けを中心とした暮らしに役立つ情報を発信していきますので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。今回のお宅は 2DK のマンションに赤ちゃんとご夫婦の3人住まいのお客様です。築年数が経っているお住まいで、ダイニングには作り付けの収納がなかったり、リビング側にある収納も押し入れだったりと、収納が使いづらいことにお悩みでした。今回は1日5時間の作業で、午前中にダイニング周り、午後に押し入れのお片付けをさせていただきましたので、その様子をそれぞれご紹介します。まずは午前中に作業したダイニングのビフォーの状態です。キッチンとつながったダイニングには炊飯器やレンジ、トースターなども置かれています。全体的に収納不足で物が溢れがちなご状況でした。そのためダイニングテーブルには置き場所が決まっていないものがたくさんちょい置きされてしまっている状況に、せっかくダイニングテーブルがあるのに、食事はいつも隣の和室のこたつテーブルでとっているそうでした。こちらは炊飯器や電気ケトルを置いているカラーボックスです。キッチンにしまいきれないゴミ袋などの日用品や飲み物などが収納されていましたが、再下段にあるホットプレートはほとんど使っていないそうで、ちょっともったいない状況でした。カラーボックスの隣にはお米やベビー用品、ゴミ袋用のレジ袋などが床に直置きの状態になっていました。動線的にも便利な場所なのに、見た目にごちゃっとしてしまっていました。こちらはレンジがあるラック下の引き出しです。ここにはベビー用品や日用品に混ざって大事な書類なども混在していました。そしてこちらはその隣のカラーボックスです。主に奥様のメイク道具や文具などの小物類、本や書類などが置かれていましたが、化粧品類は量が多くて棚に置ききれず、隙間にある踏み台の上にも進出してしまっていました。さらにおむつなどのストックも置き場所がなく、ダイニングの奥に積まれている状態でした。このような状況を踏まえて、ダイニングに置くものを整理して、ここでなくて良いものは押し入れへ移動して必要最小限に、物の定位置を決めてちょい置きをなくすということを目指して作業をスタートしました。まずはダイニングにあるものを全部出しして、カテゴリーに分けつつ整理していきました。出してみるとキッチンともつながっているため、カテゴリーもかなり多岐にわたっていました。そしてカテゴリーで分けたら使用頻度で分類し、使用頻度が低いものは隣の和室に移動させました。そして定位置を決めつつ収納し、ダイニングの作業は完了。では早速ダイニングのビフォーアフターをご覧ください。物を厳選して定位置を決めたところ、床置きやテーブル、椅子などのちょい置きがなくなり、全体的にかなりすっきり、スペースが少し広く感じられるようになりました。テーブルの上も物がなくなってすっきり、これでダイニングでご飯が食べられますとお客様も喜んでくださっていました。そして収納については、押し入れで使っていたカラーボックスを移動して収納力をアップ。ミルク、お菓子などのベビー用品や使用頻度の高い日用品、食材などを収納するスペースを確保しました。レンジ下のラックの引き出しは、ゴミ袋やスポンジなどの消耗品を収納するスペースにしました。書類などが混在してカオスな状態になってしまっていましたが、役割を決めることでちょい置きも防ぎやすくなるのではないかと思います。そして化粧品があふれていたこちらのカラーボックスは、必要最小限に化粧品を絞り、文具などが入っていた引き出しをラック上に移動させてスペースを確保。置き場所がなくてテーブル上に置かれがちだったご主人のものや書類なども収納するスペースを確保しました。そしてテーブル奥のおむつのストックも押し入れに移動してすっきり、掃除もしやすい状態にすることができました。続いては午後に作業した押し入れのビフォーの状態です。奥様の雑貨や思い出のもの、お仕事の道具などが詰め込まれたこちらの押し入れ左上段、
ご訪問前にお客様ご自身でもゴミ袋2袋分ぐらい不要なものを減らしていただいたそうで、パンパンな状態ではないものの空間がうまく活用できずごちゃっとした状態になってしまっていました。こちらは押し入れ左側下段です。ご主人のバッグや書類、雑貨などが段ボールに入った状態で手前に置かれていて、奥に何があるかが分かりにくい状態になってしまっていました。こちらは右側上段です。スチールラックや紙袋で作ったボックスなどで物を仕分けて収納されていましたが、やはりこちらもちょっとごちゃっとしている状態でした。こちらは右側下段です。こちらには主にお子さん用の頂き物の洋服などが詰め込まれていましたが、こちらも奥のものが見えず何があるか分かりにくい状態になっていました。さらに和室の入り口にもおもちゃの箱やおむつ替えセット、絵本などが床置きになっていました。こちらも出入り口のあたりなので多少出入りがしづらい状態です。またダイニング奥にある大量のおむつのストックなどの置き場所も押し入れに確保する必要がありました。このような状況を踏まえてストック品を収納するスペースを押し入れに確保する、使用頻度が低いものもどこに何があるか分かりやすく出し入れしやすい状態で収納するということを目指して作業をスタートしました。ダイニングに続き押し入れの中のものも全て出して整理しました。さすがに大容量の押し入れということもあり、物が多くて置く場所がないですとお客様も驚かれていました。押し入れはスペースが広いので上下左右4面のスペースの役割を改めて整理しました。上段左には奥様の私物、上段右には奥様の仕事用品、下段左にはお子さんのものとベビー用品のストック、そして下段右側にはご家族共用のものとご主人のものという配置にすることにしました。この配置に合わせて押し入れから出したものも分類して整理していきました。そして空間を効率的に使うために事前に押し入れ用のラックをご準備いただき、そちらを使いながらあれこれと配置を試行錯誤しつつ決めていきました。では早速押し入れのビフォーアフターもご覧ください。まず奥様の私物がある左側上段の収納です。手前には使用頻度が高いバッグと蓋付きのボックスに入れた時々使う化粧品類、奥の上段は使用頻度2軍のバッグ、下段には思い出のものやフリマアプリ用の梱包用品などを収納しています。こちらは奥様がお仕事で使うものを収納している上段右側です。手前のボックスには比較的使用頻度が高い道具類をボックスに分類して収納、奥の上段はお仕事用のバッグ、その下の段にはお仕事で使う本や書類などを収納しています。そして左側はお子さんのものやベビー用品のストックを収納、手前にはおむつと絵本を収納し、奥の上段はこれから使うおもちゃや頂き物のベビー服、そして下段にはサイズアウトした思い出の服や使わなくなったベビー用品といった形で配置しています。そしてご家族共用のものやご主人の使用頻度が低いものを収納しているこちらの右側下段、手前には動かしやすいスーツケースや使用頻度が比較的高いアイロン台、紙袋のストック、そして奥上段は季節外や使用頻度の低い家電類、下段にはほとんど使っていないというご主人のものを収納しました。ちなみにもともと押し入れにあったスチールラックは外に出しておもちゃやおむつなどのベビー用品の収納に使い回しました。これまでは基本的に床置きばかりでしたが、高さも生かすことでスペースも広く確保できるようになりました。ラックや押し入れに物を移動させたことで和室の入り口もすっきり、広々として掃除もしやすい状態になりました。では最後にお客様から作業後にいただいたご感想も一部ご紹介させていただきます。収納する場所が少なく物で溢れていたので1箇所だけでも終わればラッキーぐらいに思っていたのですが、猛スピードで作業をしてくださったおかげでテーブルに何もない、床にも何もないハッピーな朝を迎えられるようになりました。娘がハイハイしても障害物がないので見守るのが楽ちんです。そして収納グッズが足りなくても家にある空き箱や紙袋で代用し、ぴったり収納してくれたのがすごく助かりました。とても喜んでいただき、私も大変嬉しく思います。いかがでしたか？
お住まいの作りが古かったり収納が少なくてお悩みの方のお役に立てたら幸いです。最後にこの動画を気に入ってくださった方はチャンネル登録とグッドボタンをぜひお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。